おはようございます。ティーラです。今回から作業パートです。今日も一日安全作業でよろしく、お願いします。今月はね、1匹からね、飛ばしていきますよ。いいっすか？さて、今回はトランクの採寸と、デッドニングのお話です。前回の動画でお話しした2つの、採寸方法の1つ目、フォトグラメトリからやっていきます。使う機材は iPhone 13 Pro。プニオというアプリを利用します。610円買い切りの、アプリで回数無制限で、スキャンができます。フォトグラメトリとは、複数の写真から 3D データを生成する技術のことです。プニオでは iPhone に搭載されている AR キットを使ってポイントを拾っていきます。フォトグラメトリと 3D スキャンは厳密には別のものです。詳しくは概要欄のリンクをご覧ください。求める精度は、CAD 上でトランクと干渉する部分を探るための目安として使用できるレベルです。数値で言えばプラスマイナス2、3ミリくらいが許容範囲でしょうか。その実力やいかに。早速スキャン開始です。事前のチェックで影になる部分はスキャンに失敗することを掴んでいたため、ライトで照らしながらスキャンしていきます。範囲がやや広いので、精度を上げるために3回のスキャンを実施しました。特に重要になるトランクサイドの右側、左側と全体です。オブジェクトデータをCADに取り込んだ状態です。これを以前作成したウーファーボックスの設計データと重ねて1と縮尺を合わせます。精度を確認したところプラスマイナス1、2ミリほどでした。平面では1ミリほどに収まっています。このレベルであれば十分設計データとして実用できると思います。というわけで、トランク採寸の日程が大幅に短縮できました。続けて、デッドニングです。ボディパネルに貼り付けるので、一旦トランクをすっからかんにしていきます。アンプにつながっている隠し配線を外していきます。フロントスピーカー、ウーファー、アンプコントロール、パワーケーブル、グラウンドケーブル、リモート、RCA を外して、アンプ摘出。ウーファーボックスの内部に、ボルト固定点があるので、ウーファーを摘出。ウーファーボックスを摘出。配線をまとめます。トランクボードを摘出。スキャンデータを確認して分かったのですが、このボード若干反っていました。スペーサーを摘出。後で高さ調整が必要ですね。トランクサイドトリムも剥がします。とりあえず突っ込んでいたフェルトの吸音材も取っ払って、やっとパネルがお目見えしました。かなり前になんとなく貼ったスポンジテープがあったので、剥離。ホコリっぽいので掃除して、やっと準備完了です。デッドニングと一口に言っても色々ありますが、今回行うのは精神剤の貼り付けです。ここでデッドニングを実施する目的について、整理しておきましょう。そもそもデッドニングとは、車室内の快適化を目的として行うチューニングです。走行中の車は、エンジン音、ギアノイズ、ロードノイズ、風切り音などの騒音に囲まれています。それらが乗っている人の耳に届くとストレスや疲労につながります。今回の解説の概要はこうです。問題は運転中の車内がうるさいこと。課題の一つであるサスペンションから発生する固体電波音を抑制する。対応としては、温度などの環境からブチルゴムが主材の制振シートを貼ることが適切であると判断。課題と対応について詳しく見ていきましょう。走行中に発生する騒音から課題を抽出すると、実に多岐にわたります。それらの課題は大きく2つに大別できます。キーワードは固体電波音と空気電波音です。固体電波音とは、隣の部屋から足音が響いてくるなどの固体を伝わり、振動した固体から放射される音です。メカニズムとしては、足踏みによって床が冷振され、その振動が壁に伝わり、壁が振動することによって空気が振動し、音として聞こえます。空気電波音とは、隣の部屋から話し声が聞こえてくる、などの空気を伝わって壁を通り抜けてくる音です。通常音が壁に当たると、
反射したり吸収されたりしてエネルギーを損失しますが、残ったエネルギーは壁を貫通し、音として聞こえます。このように全く別のものなんです。これらを車に置き換えるとこのようになります。これだけたくさんの音源がありますが、固体電波音か空気電波音のどちらかに該当します。なので、一口にデッドニングと言っても、どの音に対応するためかという目的を明確にする必要があります。今回は主にサスペンションの振動がターゲットになります。サスペンションの振動がボディを伝わり、振動したボディから音が放射されます。なので、その振動を抑えるために、ブチルゴムが主材のシートを貼り付けます。ではなぜ、このシートがサスの固体電波音の抑制につながるのでしょう。固体電波音の対策は、防振か、制振です。防振、つまり振動を防ぐことです。振動の発生源と物理的に切り離す、もしくはブッシュなどの防振材で振動を吸収するなどの方法が挙げられます。これは市販車として出来上がっている状態ではかなりのコストをかけないと改善しませんし、実施してもコスパは悪いでしょう。もう一つの制振、つまり振動を制することですが、これはコストを抑えながらそこそこの効果が期待できます。どこの振動を制するかというとボディです。エンジンの振動も足回りの振動も最終的にはボディを伝播して室内に放射されます。よってボディを制振すれば全部まとめて対処できることになります。振動はその物体の中を進むうちに徐々にエネルギーを損失します。このエネルギーを損失させる性能を表す数字に損失係数というものがあります。損失係数が大きいほど振動の減衰は早まります。ブチルゴムはゴム類の中でも損失係数が高く、なおかつ安価に手に入ります。なんて好都合な、と思ったかもしれませんが、ブチルゴムには弱点があります。それは温度です。摂氏20度以下であれば損失係数に大きな変動はないのですが、高温になっていくにつれてみるみる損失係数が落ちていきます。つまり高温にさらされる部分には貼っても効果が出ません。今回施工するトランクの環境について考えてみましょう。基本的に日射は当たらず、熱源と言えるものはマフラーくらいです。そのマフラーも遮熱構造が取られているので、懸念するほどの温度上昇はないと考えます。このような流れで今回の施工に至ったのですが、いかがでしょうか。参考にした文献を動画の概要欄に貼っておきますので、気になる人は読んでみてください。一部今後の動画のネタバレを含みますが、先にある程度知っておいた方が理解しやすいと思います。そんなこんなで今回使う制振シートは、こちら。Amazon で見つけた激安制振シートです。主材はブチルで表面にアルミが貼ってあります。詳細なスペックなどの素性は不明ですが、この構造なら名の通ったメーカーものと大差ないため、性能もそれなりだろうと思いました。同じ量をブランド物で買うとどえらい金額になってしまうのでこれはとても助かります。ちなみに、類似品の損失係数は、おおむね 0.1 前後です。では、実際の作業に入ります。やることとしては、貼り付け面を脱し、シートを切り出して、ざっくり貼り付けた後、ローラーで圧着します。圧着作業がまあまあ疲れます。今回使うような貼り付けるタイプの制振材は、被着体と物理的に密着する必要があります。被着体と密着していないと、振動を 100% 受けることができず本来の損失係数は発揮されません。また、先ほどの解説の内容からお気づきの方もいるかもしれませんが、これは可能な限り、ボディ前面に貼る必要があります。ボディの振動を抑制するので、必然的に前面貼った方が効果が上がるということになります。ということでこのシートの効果が、期待できる範囲には極力貼っていきます。ローラーも Amazon で見つけました。よくある金属製のものではなく、プラスチック製でローラー部分がゴツゴツしています。荷重が点でかかるのでなんとなく、楽なんじゃないでしょうか。とても軽いので側面や上向きで、貼り付けるときは助かります。約6時間かかってリアクォーターパネルと、タイヤハウス周りへの貼り付けが、完了しました。
走行中の騒音と周波数特性を比較してみましょう。窓関数はブラックマンです。騒音の平均値は低下しましたが、通過した路面の状態によってばらつきがあると思うので、誤差範囲かもしれません。周波数特性は、というと、40Hz 以下と 100Hz から 200Hz あたりの数値が低下していますね。体感の印象としては、騒音全体が下がった印象はないものの、確かに変化はありました。おそらくその変化が周波数特性に現れている変化でしょう。数値上での変化が確認できたので、フロアパンまで貼りました。ここで5メートルロールを使い切ってしまったので、トランクの精神は、このくらいで終わりにします。あとは吸音材なんですが、それはまた次回の動画でお話しします。ウィックフェストまでにやることは山積みです。以上、ご視聴ありがとうございました。